皆さんこんにちは。株式会社黒の現役デザイナー兼社長のボブです。本日は Photoshop 編第6回目で訴求文言の作成&編集と同時並行に行いたい要素の配置レイアウトについてお話ししていきます。前回の動画で訴求文言の構成をしたわけですが、バナーには大きく分けると2つ強力な訴求要素があります。それが前回やった訴求文言と画像情報です。案件によって訴求文言を前面に出した方が利用者に伝わりやすい場合や、画像情報を大きく出した方がいい場合、また画像情報を複数枚使ってほしいという依頼がある場合があります。このような依頼に対して実際にバナーを作るとなった時に、イラストレーター編第13回名詞デザインと納品データの作成についてでお話をしたグーテンベルクダイアグラムをもとに、強調したい情報を優先順位をつけて配置すると、綺麗なレイアウトで強いバナーを作ることができます。早速見ていきましょう。まずは一番スタンダードな配置で、左右どちらかに画像とテキストをそれぞれ配置するレイアウトがあります。この場合、グーテンベルクダイアグラムを思い出していただきたいのですが、人間は左上からクリエイティブを見ていくので、左側に訴求力の強い訴求文言か画像情報を配置すると、最初に利用者がその情報を目でキャッチし、次の情報へ視線の誘導ができるので、強いクリエイティブを作ることができます。ここで悩むのが、訴求文言と画像どちらを左側に配置すればいいのかですが、そんな時は今から作るクリエイティブが実際に利用者の目に触れた時に、ストーリーや環境を考えながら優先順位を決めるといいと思います。ちなみに利用者はバナーやチラシなどの広告クリエイティブは普段の生活でよっぽどのことがない限りちゃんと見ていません。この動画の視聴者の方も今日商店街や交通機関、テレビやスマホ、パソコンで確実に広告クリエイティブを見ているわけですが、何か覚えているクリエイティブってありますか？全く覚えてないですよね。つまり利用者はそれくらいクリエイティブを見ていてもちゃんとは見ていないので、それを前提にストーリーを考えていきます。今回は前回と同じ例題で、訴求文言、サブ訴求、サイズ、掲載される環境は記事まとめサイト内のコンテンツとコンテンツの間に表示されるインフィード広告、こちらで考えてみます。左に文字を置いた場合、いかがだったでしょうか？今回は訴求文言があまり普段の生活で馴染みあるテキストではないので、ユーザーのフックがあまりなく、また利用者がスクロールすると文字の視認性も悪くなるので、いい選択ではないのかもしれません。左に画像を置いた場合、いかがだったでしょうか？スクロールの中で爪が氷みたいになっている画像が最初に目に入り、ユーザーの注意を引いたまま右にどんな種類のネイルなのかが説明されているので、こちらの方が一瞬で利用者がわかるクリエイティブになっているかもしれません。なのでこの案件でのクリエイティブと利用者が実際に使うストーリーと、このクリエイティブが使われる環境を考えると、左に画像、右に文言の方がベストだとわかります。今回は左に画像を置くのがベストだと分かりましたが、例えば価格訴求の場合、10% オフや半額キャンペーンなどは左に置いた方が数字がすぐに分かり、利用者の目につきやすいので、一概に画像は左、文字は右というわけではないので、クリエイティブごとに左右どちらに画像とテキストをレイアウトするのかを考えるようにしてください。次に代表的なバナーの配置として、訴求文言を真ん中にして左右に画像を配置するというのがあります。これはクリエイティブの依頼者の方から画像を複数枚利用してほしいというリクエストが来ている場合や、トリミング禁止の素材の場合、
あとはそもそも画像素材をもらえなくて文字だけでクリエイティブを作らないといけない時に使うレイアウトです。このレイアウトを使用する際に初心者の方がよくやりがちなのですが、訴求文言と画像が4枚ある場合、すべての要素をほぼ均等に配置してしまいがちなのですが、この訴求文言を真ん中にした場合のレイアウトについて目立たせるポイントは画像ではなく訴求テキストなので、訴求文言が目立つようにレイアウトするようにしてください。強さ的には 60% 訴求文言で、あとの 10%、10%、10% が画像というように配置するといいレイアウトになると思います。一旦いられの使い方からここまでご覧いただければ、もうバナーを制作することができるので、次回から実際に例題を作って何回かに分けてバナー制作をしていきたいと思います。実践編です。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録、その他質問があればコメント欄までお願いします。以上、ボブでした。皆さん楽しいデザイナーライフを。バイ